白昼夢。江戸川乱歩。あれは白昼の悪夢であったか、それとも現実の出来事であったか。晩春の生暖かい風がおどろおどろとほてった方に感じられる蒸し暑い日の午後であった。用事があって通ったのか、散歩の道すがらであったのか、それさえぼんやりとして思い出せぬけれど、私はあるバスへの見る限りどこまでもまっすぐに続いている広い埃っぽい大通りを歩いていた。洗いざらした人獲物のように白茶けた商家が黙って軒を並べていた。三尺のショーウィンドウに埃でだんだら染めにした小学生の運動シャツが下がっていたり、碁盤のように仕切った薄っぺらな木箱の中に赤や黄や白や茶色などの砂のような種物を入れたのが店いっぱいに並んでいたり、狭い薄暗い家中が天井からどこから自転車のフレームやタイヤで充満していたり、そしてそれらの殺風景な家々の間に挟まって細い格子戸の奥にすすけた御神塔の下がった二階屋が、そんなに両方から押し付けちゃやだわという格好をして、ボロンボロンとわいせつな三味線の音を漏らしていたりした。あっぷく、ちきりき、あっぱっぱー、あっぱっぱー。おさげをほこりでお化粧した女の子たちが、道の真ん中に輪を作って歌っていた。あっぱっぱーという涙ぐましい旋律が、霞んだ春の空へのんびりと蒸発していった。男の子らは縄跳びをして遊んでいた。長い縄のつるが粘り強く地を叩いては空に登った。田舎島の前をはだけた一人の子がぴょいぴょいと飛んでいた。そのありさまは高速度撮影機を使った活動写真のようにいかにも悠長に見えた。時々重い荷馬車がゴロゴロと道路や家々を振動させて私を追い越した。ふと私は行く手にあたって何かが起こっているのを知った。14、15人の大人や子供が道端に不規則な半円を描いて立ち止まっていた。それらの人々の顔には皆一種の笑いが浮かんでいた。喜劇を見ている人の笑いが浮かんでいた。ある者は大口を開いてゲラゲラ笑っていた。好奇心が私をそこへ近づかせた。近づくに従って、大勢の笑顔と際立った対象を示している一つの真面目腐った顔を発見した。その青ざめた顔は口を尖らせて、何事か熱心に弁じ立てていた。ヤシの工場にしてはあまりに熱心すぎた。宗教家の辻説法にしては、見物の態度が不謹慎だった。一体、これは何事が始まっているのだ。私は知らず知らず、半円の群衆に混じって、弔問者の一人となっていた。演説者は、青っぽい、くすんだ色のセルに、黄色の角帯をきちんと締めた、風采の良い、見たところ相当、教養もありそうな四十男であった。カツラのようにきれいに光らせた髪の下に、中高のらっきょう型の青ざめた顔、細い目、立派な口ひげでくまどった真っ赤な唇。その唇が不作法に椿を飛ばして、バクバク動いているのだ。汗をかいた高い鼻。そして着物の裾からは砂ぼこりにまみれた裸足の足が覗いていた。俺はどんなに俺の女房を愛していたか。演説は今や好調に達しているらしく見えた。男は無料の感慨を込めてこう言ったまま、しばらく見物たちの顔から顔を見回していたが、やがて自問に答えるように続けた。殺すほど愛していたのだ。悲しいかな。
あの女は浮気者だった。見物の間に笑い声が起こったので、その次の、いつ、よその男とくっつくかもしれなかった。という言葉は危うく聞き漏らすところだった。いや、もう、とっくにくっついていたかもしれないのだ。そこでまた前にも増した高笑いが起こった。俺は心配で心配で。彼はそう言って歌舞伎役者のように首を振って、商売も手につかなんだ。俺は毎晩寝床の中で女房に頼んだ。手を合わせて頼んだ。小生、どうか誓ってくれ。俺より他の男には心を移さないと誓ってくれ。しかし、あの女はどうしても私の頼みを聞いてくれない。まるで商売人のような巧みな筐体で、手練手管でその場その場をごまかすばかりです。だが、その手練手管がどんなに私を引きつけたか。誰かが、よ、ごちそうさま、と叫んだ。そして、小生。皆さん、男は、そんな繁盛などを無視して続けた。あなた方が、もし私の境遇にあったら、一体、どうしますか？これが殺さないでいられましょうか？あの女は、耳隠しがよく似合いました。自分で上手に言うのです。兄弟の前に座っていました。結い上げたところです。綺麗にお化粧をした顔が私の方を振り向いて、赤い唇でにっこり笑いました。男はここで一つ、肩を揺り上げて、見栄を切った。濃い眉が、両方から迫ってすごい表情に変わった。赤い唇が気味悪くひん曲がった。俺は今だと思った。この好もしい姿を永久に俺のものにしてしまうのは今だと思った。用意していた千枚通しをあの女のにおやかな襟足へ力任せに叩き込んだ。笑顔の消えぬうちに大きい糸切り刃が唇から覗いたまんま死んでしまった。賑やかな広告の楽隊が通り過ぎた。大ラッパが頓強な音を出した。ここは、お国を何百里、離れて、冬季満州の。子供らが節に合わせて歌いながら、ぞろぞろとついていった。諸君。あれは、俺のことを触れ回っているのだ。マガラ太郎は人殺しだ、人殺しだ。そう言って触れ回っているのだ。また、笑い声が起こった。楽隊の太鼓の音だけが、男の演説の伴奏ででもあるように、いつまでも聞こえていた。俺は、女房の死骸を5つに切り離した。いいかね、胴が1つ、手が2本、足が2本。これでつまり5つだ。惜しかったけれど、仕方がない。よく太った、真っ白な足だ。あなた方は、あの水の音を聞かなかったですか？男はにわかに声を低めていった。首を前に突き出し、目をキョロキョロさせながら、さも、一大事を打ち明けるのだと言わぬばかりに、3721日の間、私の家の水道はザーザーと開けっぱなしにしてあったのですよ。5つに切った女房の死体をね、シトダルの中へ入れて、冷やしていたのですよ。これがね、皆さん。ここで彼の声は聞こえないくらいに低められた。秘訣なんだよ。秘訣なんだよ。死骸を腐らせない。死蝋というものになるんだ。死蝋。ある。遺書の死蝋の甲が、私の目の前に、その著者のカビ臭い姿と共に浮かんできた。一体全体。この男は何を言わんとしているのだ。なんとも知れぬ恐怖が私の心臓を風船玉のように軽くした。